けましておめでとうございます。新しい年が始まりましたね。前回のポッドキャストでは、お正月の風習として、除夜の鐘、一富士二鷹三なすび、おせち料理の話をしました。日本のお正月にはまだまだたくさんの伝統や縁起物がありますので、今日もお話ししていきますね。まず、日本のお正月の定番といえば、初詣です。初詣とは、新年に初めて神社やお寺を訪れ、神様方に新年のご挨拶をし、今年一年の健康や幸運を祈る行事です。もともとは鉄道会社が作った言葉だそうで、新年や日の出前から出かける人も多く、列車が24時間運行するところもあります。初詣ではおみくじを引く人も多いです。おみくじは大吉から大凶までの運勢が書かれている占いの紙で、今年全体の運勢や恋愛、仕事、健康についてなど、それぞれへ一言ずつアドバイスが書かれています。引いた後は持ち帰るか、境内の木や専用の場所に結んで願掛けをするのが一般的です。また、書き初めという風習もあります。一般的には1月2日に行い、新年の最初に半紙に毛筆で書を書きます。新年の抱負や願いを文字にすることが多く、例えば健康第一や挑戦という言葉を書いて一年のスタートを切ります。そして年賀状。日本では新年に年賀状を送る文化がありますが、これについては第3話でお話ししているので、まだ聞いていない方はぜひ聞いてみてくださいね。お正月になると、日本では家や玄関に門松やしめ縄、そして鏡餅を飾る習慣があります。もちろんこれらにもそれぞれ意味があります。
門松は松や竹、梅などを組み合わせて作った正月飾りで、玄関先に置き、新年に家にやってくる神様を迎える目印とされています。竹のまっすぐな成長や松の常緑の生命力が長寿や繁栄を象徴し、梅は春を呼ぶ縁起の良い象徴と言われています。しめ縄は神聖な場所を示すための飾りです。稲わらを編んで作った縄で、しでという白い髪飾りをつけます。特に神様が宿るとされている場所に悪いものが入らないようにする結界の役割があります。そして鏡餅。丸い餅を2段に重ね、その上に橙などを飾ったもので、家庭の神棚やリビングに備えられます。これらは日本の神話に由来しており、新年の神様へのお供え物です。二段になった丸い餅は月と太陽を表し、上に乗せる橙は代々続く繁栄を意味しています。最後はお雑煮について。お正月の食事といえばおせち料理が有名ですが、お雑煮も欠かせません。お雑煮は年神様に備えた餅や里芋、人参、大根などをその年の最初に汲んだ若水と新年最初の日で煮込み、元旦に食べたのが始まりだそうです。味噌を入れないすまし汁の地域が多いですが、関西圏では白味噌のお味噌汁をお雑煮として食べます。他にも赤味噌のお味噌汁だったり、小豆汁の地域もあるみたいですよ。私は関西圏の出身なので、お雑煮といえば白味噌のお雑煮を思い浮かべます。濃くて甘い白味噌と食べる柔らかいお餅がたまりません。今日はお正月の過ごし方や縁起物、お雑煮についてお話ししました。それぞれに健康や幸運、繁栄への願いが込められていて、とても興味深いですよね。
皆さんの国では新年を迎える際にどんな伝統がありますか？日本のお正月と似ているところや違うところなど、ぜひコメント欄で教えてください。それでは今年もどうぞよろしくお願いいたします。良い一年をお過ごしください。